空飛ぶ玉ねぎに会いたいよと本気で言ってしまう。あの可愛さ。これは誰のことかわかりますか？ 12 月3日、Spotify が2025年 Spotify 海外リスナー年間ランキングベスト4を発表しました。1位は Ado、続いてYOASOBI、米津玄師、藤井風。日本の YouTube を見ている私たちなら、この4組が世界で活躍していることは知っていることでしょう。では、海外のファンたちがなぜそこまで夢中なのか、その本当の理由を知っていますか？音楽性はもちろんですが、今回集めた声を追っていくと、意外な共通点が見えてきます。それは、人柄です。この動画では、海外ファンたちの本音の声を全世界の SNS やファンコミュニティを徹底リサーチして集めました。その不思議な告白をほどいていくことで、あ、こういう人たちなんだと、あなたは改めてこの4組の本当の姿が見えてくるはずです。例えば、私は空飛ぶ玉ねぎに会いたいよと本気で言ってしまう。あの可愛さ。超人気なのに、本当にお客さん来る？って不安がるところが可愛い。タオル頭で悪ふざけをしながら客席を取り始めるところがお茶目。ミステリアスで近寄りがたい感じだったけど、ギターをなくしても、また一からだねって気さくに笑い飛ばすような人でした。さて、誰のことだと思いますか？世界のファンコミュニティでは、こんな不思議な告白が相次いでいます。では、世界が彼らを選んだ本当の理由を、Ado、YOASOBI、米津玄師、藤井風の順に見ていきましょう。第1章、空飛ぶ玉ねぎに会いたいよ。Adoが海外で選ばれた本当の理由。Adoさんの人柄を表すこんなファンの投稿があります。オンラインでオーストラリアの玉ねぎは飛べるという話が広がり、Adoさんはこれを真に受け、自身の SNS などで、私は空飛ぶ玉ねぎに会いたいよ、とつぶやいたり、配信中に、本当に飛ぶの？オーストラリアすごいなと、驚いたりする姿を見せたの。その素朴な反応が可愛くて、ファン同士で大盛り上がり。Adoはただの天才ボーカリストではなく、本当にいい人なんだなって思った。海外ファンには、Adoさんの歌はもちろんですが、そのインパクトある歌声とは真逆の、このようなほっこりした人柄も大好きになる理由のようです。この空飛ぶ玉ねぎの話、実はライブ会場で続きが起きるんです。まずはその世界各地の現場から海外ファンの生の声を見ていきましょう。最初にお届けするのは、世界が泣いてしまった瞬間。Adoさんの凄さが一番わかりやすく出た場面です。2025年、火花ツアー、世界が涙した瞬間。2025年Adoは、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、ラテンアメリカなど、世界30都市以上を巡る日本人アーティストとしては、最大規模のワールドツアーを敢行しました。推定50万人以上を動員したこのツアーは、各地でソールドアウト続出で、奇跡的な瞬間を生み出しました。シドニー、心の扉が開く瞬間。オーストラリア・シドニーでのライブ。あるファンはレディットに投稿しました。Spotify の推奨で彼女を見つけたけど、最初はそこまで好きじゃなかった。でもシドニーに彼女のショーがあると知って、衝動的にチケットを買ってしまった。そしてコンサートから帰宅後、私は彼女のバックグラウンドを調べ始めた。彼女の動画を全部見た。数時間、止められなかった。なぜなら彼女は、ただ、有名なのではなく、本当に普通の人だからです。素朴で親しみやすく、そして完璧ではないんです。それが、私を救った。そして冒頭でもご紹介したオーストラリアの空飛ぶ玉ねぎについて、実はこんなほっこりエピソードの続きがあるのです。2021年頃、一部のファンがAdoさんに対し、オーストラリアには
空飛ぶ玉ねぎという外来種がいるというジョークの情報を教えました。さらにオンラインで、玉ねぎは飛べるという話が広がり、あるファンがアドに、玉ねぎは飛ぶと思うと聞いたところ、アドは真剣に考えてから飛べるかもねと答えたんだって。アドさんはこれを真に受け、自身の SNS などで、私は空飛ぶ玉ねぎに会いたいよ。とつぶやいたり、配信中に本当に飛ぶの？オーストラリアすごいなと、驚いたりする姿を見せました。その素朴な反応が可愛くて、ファン同士で大盛り上がり。アドはただの天才ボーカリストではなく、本当にいい人なんだなって思った。その後、アドさんは、ただのジョークだと知って、ショックを受けたというのも、可愛らしいのですが、この話には続きがあります。2025年5月に開催された、ワールドツアー火花のシドニー公演で、現地のファンがこのジョークにちなんで、空飛ぶ玉ねぎの格好をしたり、関連するメッセージを送ったりして、彼女を歓迎したそうです。オンライン上とライブでの生の出会いが融合した、アドさんらしいほっこりエピソードですね。ロンドン。感動的な沈黙。イギリス・ロンドンのザ・オートゥでのライブは、約2000人のヨーロッパのファンで満席でした。ここで起きたのは、非常に個人的で、非常に深い感動でした。あるロンドンのファンは、コンサートレポートで書いています。彼女が、うっせぇわを歌った時、会場全体が息を飲みました。その叫びは怒りであり、悲鳴であり、心の声。彼女の声は言葉の壁を完全に超越していた。英語でもドイツ語でも関係ない。そこにあるのは純粋な感情だけです。別のロンドンのファンは、彼女の気球のシーン、空中で浮かんでいながら歌う彼女を見たとき、私は涙が止まりませんでした。なぜなら、彼女は何も隠さなかったから。顔は隠していても、心は完全に開かれていた。その勇敢さに、本当に感動した。ベルリン。人生が変わる瞬間。ドイツ・ベルリンでのコンサート。あるドイツのファンの証言。私はアドのことをほぼ知りませんでした。友人に誘われてライブに行った。そしてそこで音楽の本質を見ました。彼女の声がもたらす感情は言語、文化、すべての壁を越えている。この瞬間、私の人生は変わった。ニューヨーク、世界を代表する涙。ニューヨークのコンサート直後、YouTube には、Ado Hibana tour New York after performance という動画がアップロードされました。ファンたちのインタビューから、最初は不安でした。彼女の顔が見えないし、言葉も日本語だし。でも、彼女の声を聞いた瞬間、すべてが変わりました。言葉は関係なくなった。別のファンは涙ぐみながら、彼女の MC を聞きました。彼女は自分の不完全さについて話していました。完璧ではないと。でも、だからこそ、私たちは彼女を愛しているんです。なぜなら完璧でない人間だけが人の心に触れられるから。さらに別のニューヨークのファンは、彼女はステージの上で泣いていた。その涙がステージ上に落ちるのを感じたとき、私も泣きました。有名人が本当の感情を見せることは本当に珍しい。そしてそれが彼女の力だ。ニューヨーク、タイムズスクエアのステージでアドの心を震わせたのは、会場を埋め尽くしたファンによる完璧なまでの日本語の大合唱でした。言葉の壁を越え、自分の歌が世界へ届いている。その実感が彼女の魂を揺さぶったのです。初めての世界ツアーという計り知れない重圧。そのプレッシャーから解放され、現地の聴衆に受け入れられた喜びと安堵が涙となって溢れ出しました。世界を熱狂させるアドがファンとの交流で見せたその涙。それは一人のアーティストが世界の歌姫へと進化した瞬間でした。
2025年4月の NHK 特番でも、Ado が海外ファンの熱い思いに触れ、感極まって涙する一幕が放送され、もらい泣きしたと大きな反響を呼びました。東京ドーム、本当の私を見せた夜。東京ドーム、5万5千人のファンが集まった中、Adoは気球に乗ってステージ上空を舞うというサプライズ演出を行いました。ところが、最も感動的だったのは、その直後の MC でした。涙ながらに、Adoは語ったのです。最近、私は歌い始めた理由を考えています。でも、その理由を知らないんです。Adoとしてツアーしながら、私は成長しました。でも個人として、私は誰とも変わりません。私は無力です。クローゼットの中で泣きます。なぜAdoが有名になり、こんなにも愛されているのか、私は理解できません。でも私は完璧ではないし、決してそうなることはありません。でもそれも私の一部です。私は前に進み続けます。悪い部分も含めて、みんなが私をサポートしてくれることで、私は幸せです。ここで歌うことができて、ここで立つことができて、本当に感謝しています。その言葉は、広大な東京ドームを瞬時に静寂へと変え、そして、観客の涙を止まらなくさせました。SNS やライブレポートでも、過去一泣いた、もらい泣きした、という声が続出し、大きな反響を呼びました。この MC は、圧倒的な歌唱パフォーマンスとは対照的な、彼女の人間らしい弱さと、強さが垣間見えた瞬間として、ファンの間で語り草となっています。レディットでは、このように投稿されました。彼女は、匿名です。でも、彼女は心を見せました。その勇敢さに、私は涙しました。別のファンは、彼女は自分を受け入れることに苦しんでいる。その正直さが、私を救った。彼女も完璧ではない。私も完璧ではない。だからこそ、彼女の音楽は私に届くんだ。ここまで見てきたように、海外ファンが惹かれたのは、圧倒的な歌声だけではありません。冗談を真に受けて、素直に驚いて、後で本気で照れる。私は空飛ぶ玉ねぎに会いたいよとつぶやいてしまう。その守ってあげたくなる普通さが、世界の心をほどいていました。そして海外ファンが、もう一つすごいと感じているのが、顔は出さずに、声で勝負するという選択です。海外の掲示板には、こんな質問まで出ていました。不思議な告白。海外のレディットで、ある質問が投稿されました。もし、Adoが顔を出したら、ファンは減るだろうか。その回答は、意外なものでした。顔を隠すからこそ、彼女の声に集中できる。彼女は、顔ではなく、歌で勝負している。それが素晴らしい。我々が惹かれているのは、彼女の音楽だ。顔出しは関係ない。こうした声ばかりが集まったのです。一人のファンは、こう述べました。我々は彼女の信じられない声を称えている。顔を見るかどうかは、彼女への評価に影響しない。では、なぜAdoは顔を隠すのでしょうか。2025年、Adoは初めて東京ドームでのライブを開催しました。その舞台で、彼女は涙ながらこう語りました。ボーカロイドやユーテートの文化から来ました。そこでは、声が全てだったんです。もし、顔を出してしまったら、人々は、顔を見るようになる。でも、私が本当に伝えたいのは、音楽です。それは、一人の少女が歌という唯一の武器で、歴史を変えた瞬間でした。2025年、東京ドームのステージに立ったAdo。彼女が震える声で語ったのは、自身のアイデンティティである歌い手文化への情熱でした。容姿ではなく、声だけで評価される世界。そこに誇りを持っているからこそ、彼女は顔を隠すという道を選び続けてきました。
この日のライブは、ただの公演ではありません。ネットから生まれた文化が世界を席巻できるのだという証明。音楽の本質を届けたい。その一途な思いが5万人の、そして世界中のファンの心に深く響きました。海外の音楽評論家はこう分析します。Adoの戦略は逆説的だが強力だ。匿名性によって彼女は歌手としてではなくアーティストとして存在することができる。つまり声が主役になるのだ。声の表現の魔法。では、Adoの声は何がそんなに特別なのでしょうか。YouTube のストリートインタビューでは米国のファンがこう語りました。初めて聞いたとき、びっくりした。こんな表現の幅のある声、聞いたことがない。ジャンル問わず、どんな感情も表現できる。別のファンは、彼女の声は楽器みたいだ。実は、音楽理論の専門家もこの評価に同意しています。Adoの楽曲、うっせぇわ、ミラー、怪物などを分析すると、彼女は単に歌うのではなく、声のテンションを自在にコントロールし、複数の技法を組み合わせ、感情を直接音に変えるということをしているのです。2025年12月3日、Spotify は発表しました。Adoが海外で最も再生された国内アーティストの1位に輝いたこと。4年連続でトップだったYOASOBIを抜いての1位です。Adoの楽曲は、Spotify での総再生回数の約 80% 近くが海外からのものとなっており、海外ファン層が非常に大きいことがわかります。そして2025年、世界的に最も聞かれている日本人アーティストとなっています。Adoさんの凄さは、強さだけじゃなくて、ふと見える普通さにもありました。その一瞬が、海外の人の心をほどいていくのですね。そして受賞は、同じ世界的スターなのに、全く違う角度で愛されている2人です。ステージの裏で先に出てくるのは、不安でした。本当にお客さん来る？って、いつも不安です。この一言が、海外でなぜこんなに刺さったのか。そこには、YOASOBIの2人のファンの心をつかむ距離の近さが隠れていました。詳しくは次の章で海外ファンの生の声と一緒に確かめていきましょう。次章も温かい話が続きます。チャンネル登録をいただけると次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは今月の整え方が1分でわかるラッキーカラー占いをお届けしています。よかったらチャンネルトップのメンバーになるから覗いてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。